皆さんこんばんは。では今日は私の研究の一つのテーマをお話ししましょう。皆さん、無意識に人を男性か女性か見分ける機能が備わっています。無意識に瞬時に得た情報からこの人は男性かな女性かなみたいなフィルターがあるわけです。心理学の用語でシンスライディングと呼ばれますね。はい。シンスライディングと呼ばれる機能があります。これは脳が自動的直感的にパターンを見つけ出す機能で意識的なものではないです。あれ、この子、いろいろ分析するんじゃん。鼻が高いかな低いかな小さいかな頬骨はどうとか、頭で考えるんじゃなくて、頭で考えずに、すれ違った人のことを判別する機能があります。これは脳が自動的、直感的にパターンを見つけ出す機能で、意識的なものではありません。シンスライディングは、経験によって誰もが形成されているもので、声とか髪とか、肌、腕の細さとか、節々の丸みとか、微球、眉のところの骨ですね。の突出度、エラ、下顎の形とか、ラインとか、輪郭。この認識を超えることで、人の認識が変わるというわけです。この子はなんだみたいな。あれわかんないなみたいな。あれわかんないな。わかんない。みたいな。このシンスライディングは常に働き続けています。常に働き続けています。今、この瞬間も、この人は何なんだこの人何なんだって判定が行われているわけです。はい。このシンスライディングは、容姿の美醜とはまた別ということなんですね。驚きですね。ただし、この判定を、くぐり抜けちゃうと、しばらくこの人は、男性、女性、どっちか決めて、そう思い込んじゃう。あれなんか、この、ご老人、わかんねみたいな。年取ってくるとね、みんなね、性ホルモンが減っていって、性別わかんなくなりますみたいなことは、容易に起こります。これは仕方ない。今のおじさん何だったんだって思ったら、おばさんだったみたいな。あります。これは仕方ないです。判定を欺く策はありますか？はい。具体的に言うと、骨格が大きいですね。具体的に言うと骨格が大きいです。眉。ここの骨の、出っ張りとか、意識的には、男女の差を、理解してる人は、あんまりいないと思う。あんまりいない。眉の骨って言われても、どこみたいな。そんなはずなんですが、この頭蓋骨の画像で説明すると、
ここら辺が、大きく前に出やすいというわけだね。まあ横から見てみるとここで、前から見てみるとここで、みたいな。私で言うとここら辺ですかね。ここはい。わかんないよね。まあ、私そんな出てないという、まあ、目立たないようにしてるというのもあるし、出てないというのもあるから、勘違いしちゃうという可能性は十分にあります。こういうところがゴツゴツしているという皆さんの感覚的な理解を言語化したもので、微球はあくまで一つの要素でしかないが、体の節々をごまかして女性を演じるなら、まあ、適度に太って骨を目立たせないというのが一つの策ではあります。はい。でも私は太っていません。やばいよ。感染症に一気にかかりまくって、1月は死んでました。ほぼ死んでました。いや、カロリーとっても減り続けるというね、やばい状態になってるな。今。もうしばらくは体重このまま維持していこうかなと思ってるんですけど。ちなみに、人間のベースは実は同じで、XY 染色体でも、アンドロイド不干渉っていうのにかかってる人は、子宮がないだけで、外性器とかは女性として成長します。あと、みんな知ってるかもしれないですけど、男性にも子宮の残骸があります。前立腺消失っていう、数ミリなんですけどね、数ミリのちっちゃい子宮みたいな、いや、子宮になれなかった残骸が皆さんの体にあります。というものなんですが、あくまで文化の違いがあっただけで、皆さんもね、皆さんもただの人間というわけですね。可愛い女の子の父親の顔は大体ね、可愛いなんてこともありますね。設計図はほとんど似てるみたいな感じなんでね。ただ、男として分化したか、女として分化したかの違いでしかないという。これは意外なことだよ。よく、そうね、観察してみることをお勧めする。すごく面白い。可愛い女の子の父親、大体可愛いから。では次は、この表を見てくれ。あくまでこれは男女の属性の差を分けただけに過ぎなくて、くびれが全くない女性も、女性として認識するのは他の要素で女性要素が多く、そういう判定を瞬時に下しているからというわけなんです。はい。めっちゃ太っちゃって、くびれないですみたいな。寸胴の女性とかも、女性として認識できるのは他の要素がいっぱい女性に触れているから、女性かなみたいな思うわけだ。まあ、声だけ高い、声だけ女の子みたいな男性も稀にいるけど、わかるやろ？わかる。声だけしか高くないじゃんみたいな。声だけしかなんか女の子じゃないなーって思ったら、男性かなみたいなのが思うわけだね。
だからね、痩せまくれば魅力的になるかというのが違うのは、実はこういう心理学的な、理論的な話で言うと、はい。まあ、体の丸みが減ったりして、男性側に寄っていってしまって、なんか、これじゃないな、みたいなことが起きるわけなんだ。まあでもね、中性的な要素は、見た目の洗練にもつながるというのもあるから難しいところではある。痩せまくってなんかスタイル良くなってみたいな女性の憧れと男性の憧れる女性が違うというのはこういうことから起きることなんだ。まあ、なんだ。これをここまで見てくれてる女性がいるかは知らないけど、まあ痩せればいいというものではないということは心理学的に説明が可能なということなんです。ここで一つお話しすると、私がゲームでキャラクリをするときも、この手の要素を認識しながら、整形顔から脱却をしつつ、自然な魅力のある顔を作ることができます。知っておくとちょっと役に立つ知識だね。はい。そこでこの右にも左にも触れている、ハリー男だよって、私男の子だよって伝える。そうすると、今度は、この人男なんだって、この人男なんだって認識する。認識し直した人が、それなりにいるはずだと思うけど、点と点がつながったみたいな。みたいに、その認識が正しいかは、常にオートモードでチェックが入ってるわけだけど、一度認識したものは都合よく解釈しようとする。これを何というか知ってるかな？新スライディングで一度判定が下されると、脳はその後の情報をその判定に都合よく解釈をしようとします。確証バイアスというものなんです。例えば、この人、綺麗な声してるし、なんか、服装も女の子だし、髪も女の子だし、みたいな。骨も出っ張ってないし、と思ったら、女の子だって思って、ちょっと男の子らしいところが、ちらついても、その判定を覆るほどでもないみたいなことがある。脳が一度この人は男性だみたいな、あるいは女性だみたいな仮説を立ててしまうと、その仮説を裏付ける証拠をばかり探して、矛盾する情報を無視したり、都合よく解釈し直したりするわけだ。あくまでね、先ほど出した表も、実際には、普通の女性も、この人は鼻が高いな、みたいな。あると思います。ゴツゴツしてるな、みたいな。声低いな、みたいな。あります。当然ありますけど、他の要素で、女性だなっていう要素が
増えれば増えるほど、そっちに触れて、みたいな感じ。信じたいものを信じるみたいなね。そんな感じ。そんな感じですな。そんな感じですね。でも、この0と1で判別してしまう機能、私はそう嫌いではないかな。ただ、こんなもんは簡単に操作することが可能なというわけだね。まあ、なんだ。男だからって、着れる服とか制限されたら、なんか人生損してる気がするような、しないような、みたいな感じ。損してないみたいな。いや、わからん。いや、わからんけど。やりたいことやったもん勝ち、みたいな感じですかね。割と好きなように生きてるかな。はい、それじゃあまた会いましょう。それじゃあまた会う日まで。バイバイ。バイバイ。バイバイ。